ンマシンの特集で今回が第6号6回目ということで、もう6回目で、実はですね今日本物というか、ね、デイビッド・ボーイというか、ティンマシンがメンバーが出るんです。すごい。いつも VTR 出てますが、今日も VTR なんですけれども、一応インタビューやってますんで、その辺を中心にやっていきたいと思います。で、ティンマシンと言いますとこの方ご紹介をしましょう。はい、ビクターの西井さんです。よろしくお願いします。実際まで疲れたでしょ。もう大変ですね。1月のいつでしたっけ。25日に来日しまして、2月の18日に帰ったんですけど、長かったですね。やっぱり長かった。さすがに日本全国津々浦々回りましたけれども、でどうでした、こう同行して。もう本当に各地でもうチケットはソールドアウトで、もうライブやるたびにも満杯状態になってましたんで、さすがにデビッド・ボーイ人気といいますか、ライブも本当バカ乗りで楽しかったですね。本人たちの様子はどうでした。こう疲れたなとかそういう雰囲気はですね、本人たちはですね、非常に気さくないいおじさま方というイメージがありまして、僕なんかもやっぱりデビッド・ボーイでロック入りましたから、こんなスーパースターが間近に見えて最初握手するとシェイクハンドなんかものすごく上がってしまいましてですね、プロモーターとは言えないようなただのファンになってしまうそういう形で接してましたんで、一緒にいるだけで楽しかったですね。上田さんからも聞いた時に本当にこう気さくなね、デビッド・ボーイといえども普通のおじさんという感じでね、話ができたなんて言ったら、実際やっぱりそうだったんですね。そうですね。それが例えばステージに立ってギターを持つと一変してしまって、オーラがドンという感じスーパースターなんですね、やっぱり。すごいですね。で今日はですね、さっき見たように第6回で、一応終始という形でお送りしたいんですが、これ2月の7日でしたよね、金曜日。そうです。横浜の文化体育館、こちらで実はディレクターがインタビューを4人いただきまして、メンバー全員揃っていただきまして、リハーサルが終わった時点のライブの前だったんで、今日見ていただく VTR の前にそのライブの横浜文化体育館のステージのセットなんかもちょびっと映ってるかもしれませんね。普通だってライブの前ってあんまりいい顔しないでしょ。いやでも本当はもう皆さんリラックスして楽しく自分たちで楽しいライブをやってる人たちなので、全然問題なく余裕だましたね。さすが余裕のロックンロールというところで。なるほどね。それじゃあそのインタビューも含めて皆さんにご紹介をしたいと思います。どうぞ。これから横浜で公演が行われるわけですけれども、その前の貴重な時間をいただきましてどうもありがとうございました。 Thank you so much for sharing with us a couple of minutes from your busy hours before your performance here in Yokohama. Not at all. It's lovely to. Pleasure. We've heard a lot that you've played our music an awful lot on your show, and thank you very much indeed. We 我々 appreciate の音 it. 楽をですね、そのテレビでずっとかけてくださったということについて十分聞いておりますから、すごく感謝の気持ちでおりますと。こちらこそどうもありがとうございます。 Thanks a lot for ourselves. Not at all. We feel honoured. 喜んですごく光栄なことですから。こういうリハーサル本番前、お一人ずつ普段どういう気持ちでこうリハーサル本番を迎えられるか、一言ずつお一人ずついただければと思うんですけども。So he wanted to ask each one of you, and the question that he wanted to ask is, right now it's like a couple of hours before your actual show, and he wanted to ask each one of you, how do you usually feel before going to a show? You know, these couple of hours where you would do rehearse, sound check. We're doing a show? You're doing a show. あれ本番なのかあれ本番 We usually don't tell Tony because he gets very nervous before shows. トニーは神経質になりがちだからね、なるべく言わないようにしてんですよ。あんまり本番の前は本番だって。 kind of a lethargic, tepid feeling. It precedes by anxiety. Then after that, cold sweat. A cold sweat comes down. Then actually a very schizophrenic, happy feeling, followed by nausea. Then I'm ready to do it. Then green tea, ice cream, and coffee. And then it's time で for まずですね、どちらかというと心配と、その次に冷や汗が出てくる、その次に精神分裂症のようになんか嬉しいような気分になってから、それからなんか気持ち悪くなってくると、そういうようななんかミックスしたような感情が出ましてですね、その後に抹茶のアイスクリームを食べてリラックスをすると、そういうようなことでありますけれど。 No, I didn't mean to not answer this question, but are we doing a show? 全然質問を答えないつもりはなかったんだけども、本当に本番なの。 I found that the audiences in Japan to be great, やはりこちらのね、観客という人たちはみんな素晴らしい。 before the show's here. ショーの前でもすごく気分がいいです。 The feeling can be different for all of us each night, and I think that it ends up on stage, coming out in different ways. You know,
You know, one day you may be a little bit tired from the night before, from doing 3 shows back to back. So you'll feel real tired and go, I can't. I'm so tired tonight. And then you'll surprise yourself. You'll go out there and play the best show. And then some nights you'll feel great, and then you get on stage and something like fizzles, you know? It's strange. その時によるんですよね。例えば3日間続けてショーやっていると疲れてますよね。それでやっぱりいいなと思ってそのステージに乗っかると気がついてみたらすごく楽しかったりすごく乗ったりして、その逆にですね、やる前にすごく乗ってるのにステージに実際出てみて今一つだなと、自分が乗らないなと思うよりもあればその時なんですよ。So probably the way we feel is the way anyone would feel when they walk into a situation where they don't know exactly what's going to happen next. ですからKind of like going to the dentist. 歯医者さんに行くような気分ということで、その後にどういうふうなことが行われるかどうかわからない、そういうようなところに入ってみるとみんななんか不思議な気分でいるでしょう。なんかこう心配でありながら、ちょっとナーバスでありながらというような、そういうような気分だと思いますよと同じ。Maybe like going, as Reeve said, on a blind date. ブラインドデートに行くようなもんですね。相手がわからない、相手がと前デートしたことないような人だということです。私もこの間の NHK ホールでのコンサートを見させていただいたんですけども、ステージの上でも皆さん楽しそうに演奏されてましたけれども、今回のツアーではなんていうんですかね、こうお客さんも楽しむけれども自分たちもこう楽しんでる様子が伝わってくるんですけども、これは実際はどうなんですか？So he has seen your show that you did in the NHK hall, and what he felt is that you were having a good time. And of course the audience will have a good time when they see your show, but it just seems to be that you guys seem to be having a really good time on stage yourselves. But is that true? Yes. I was having Yeah, I think, I mean, if we look like we're having a bad time, We're having a bad time. we're having a bad time. I mean, what we are, we show. I mean, there's no pretense of, I mean, if we're not feeling too great, you can feel it. やっぱりね、楽しくなければね、それが我々の場合出ますよと、素直でありますから。And if we're feeling good, it'll show. それでやっぱりね、我々としてすごく楽しんでいるんだったら、それはそれでその表に出る。There's no real effort to try and disguise our real feelings on ですから stage. 我々がね、本当に思っていることをわざわざ見せかけで何か隠してしまうとか変えてしまうというような努力をわざわざしているわけではありませんよ。素直に Which I guess can make some of the shows quite uncomfortable for audiences. というようなことはですね、その観客にとってそういう素直な面が出てしまうからね、お客さんはあんまりこう快適ではないなと思うかもしれないけれども。There's a difference between pleasing the people and being a people pleaser. やっぱりですね、その観衆の人々をですね、楽しませるようなことをするということと、楽しませるようなことをわざわざなんていうのかしらするように仕掛けてしまうと、そういうようなの違いますよね。You know, at number one, we played this music for us. The 4 members of this band got together because we liked the similar taste in music, and we liked what it sounded like when we played together. So then we thought we might like what it sounds like live, and sometimes we don't like what it sounds like live, but the times that we do like it are worth doing it. And Hopefully outnumber the times when we don't like it. 我々がね、その4人揃って共演して出てくるサウンドというものを我々はすごく気に入ってて、それを皆さんにエンジョイしてもらってると思うんですけれども、時にはあんまり良くないなと自分たちで思うこともあると、そういう時もあればいいなと思う時もある。だけれどもできる限りいいなと思う時が多ければいいなと我々は思っていると。ステージ上の照明ですとかセットですね、今日もモニター置いてありますけども、これは皆さんで考えられたんですか？ So as for the stage set and the lighting, do you decide on them yourselves, or is it somebody else that decides for you? It's you know, we have people with us that are very creative, and Except the lighting man. except Yes, the lighting guy. Really. That's my coffee you're drinking, Dan, but you can Stereo. go. It's a little bit of everyone puts something into the pot. You know what I mean? Because it would be ridiculous to not acknowledge someone's idea because they may have a good idea, and you might as well, you know. you know what it is? It's a clean pot every night. When you have a dirty pot, you can't cook in it. So we have a clean pot every night, and everybody contributes in it. We've been very specifically lucky with our lighting man because Brilliant lighting being man. a guy, he hasn't got very many ideas, so it means that we've got a very simple lighting. See, he did Ray Charles's last tour, and Ray called us and said, "I'd love the lighting he's doing for me." So I said,
let's get him. If Ray said he's good, he must be good because Ray has good taste. 今言ったのはね、ともかく我々の中ですごくクリエイティブな才能を持っている人が多いライティング、要するに照明係を除けばと言ってたんだけれども、実際はですね、例えば誰か料理するときに綺麗な鍋から始めないとやっぱり美味しいものできないでしょと。我々も同じ綺麗な鍋から始めてみんながいろんなものを入れていくんですよ。それで例えばね、人間の中でいろんなアイディアがあるから、そういうものをねみんなでちょびっと出し合って、それでいろいろ作り上げていくと。これ例えばなんだけれども、ライティング照明係の人って、彼はレイ・チャールズの最後のツアーに一緒にやってた人間なんだけども、レイ・チャールズがすごくいいやつだと、すごく才能があるって言っていたぐらいだから、あの人は才能があるなと我々は思って採用していると。でボーイさんが言ったのはですね、彼の場合、照明係の場合、どちらかというとね、かえって彼は単純なものを持っているからね、あんまり複雑な照明をやらないから、かえってまたいいのかもしれないしねと軽く冗談を飛ばしてます。私もこの間の NHK 見た時に、照明がなんていうんですかね、ティンマシーンというバンドがこれから成長していくようなイメージを受けたんですね。つまりまだまだ本当のシンプルな、ステージセット、それからステージ照明っていうのが逆に新鮮に受けたわけなんですね。ですからちょっと特にその辺を聞いてみたわけなんですけど。So the reason why he asked you about this because when he saw his show, your show the last time, he felt that the stage set and the lighting was a very simple, which was symbolic of the fact that you were in your growing stage and you still have more to grow up on, and that is why, he asked you about it. It seemed very symbolic. With the fact that the music changes so much live, songs get longer or shorter depending on the way we play them, and the sequence changes means we can't be using a computerized system. We need a system and a lighting designer and operator that is reactive to the music. And unfortunately, we got our lighting guy. But Bruce, I'm trying to help you here. So he has to be as creative. Come say hello, Bruce. Bruce, come on, Bruce. Take a bow. Stand in your light. Let's 今言ったのはですね、毎晩要するに曲順とか曲の尺っていうのが全然変わりますよね、ライブですから。それでそういうようなことであるから、やっぱりね、普段皆さん見ることができないと思うので、やっぱり紹介したいと思います。このような機械を使ってうちの照明係です。Can we have his name, please? I'm sorry? Can we have his name, please? Bruce Ramus. ブルース・ラミスです。我々の照明係です。我々の誇る照明 And 係 his です。 beard. He's descended from the 彼のヒゲも Cairo 紹介してあげてく Ramesses. ださいね。顎ひげも。 He's descended from the Cairo Ramesses, the pharaohs. So, 彼はですね、エジプトの方のやっぱり血が入っておりますので、ファラオの祖先を持っている人間なんですけれども、ということで、それでさっきのものに戻りますと、曲順とか曲の尺が毎晩やっぱりね、そのライブですので違ってくるので、我々は要するにコンピュータ化されているようなシステムを使うことはできないんですよと。でやっぱり彼みたいにマニュアルでね、その曲とその曲の尺のそういうような、いろんな動き、いろんな変化ありますよね、毎晩。それに沿ってやってくれる、ついていけるような才能を持っている人間じゃなきゃ無理なんですよ。で彼がそれを十分にやり得てるんですよ。I think when you've got an outfit which is fairly small, considering most bands and their retinues and how many people they have with them, we have a kind of a unity because of the size of our travelling. Oh, okay. Mime is money. We have a few people. Mime is money. We have a few people, and we all get on very well together. And I think creatively, everybody sort of throws in their piece. それでバンドの場合、大体の場合スタッフ、関わってる人間ですね、そのクルーも我々も全部含めて、結構大きかったりするんですけど、我々のは気がついていただけるように、ちっちゃいんですよね、そのメンバーは。でそのちっちゃい中でもすごくなんていうのかしら、我々仲いいし、すごくユニティ、すごく統一化されているような部分もあるから、そういうところでね、みんな力を合わせて少しずつアイディアを放り込めるんですよと。それが我々のバンドなんですよと。And when you're only working with 14 people, you don't mind hearing and you want to hear their opinions. When you're on a tour where there's maybe 130 people on the tour, you don't need 130 opinions every day.
やっぱりねその我々の場合そのスタッフっていうのはあと14人だから例えば他のバンドでスタッフが130人もねツアーについてくるというような場合と比べていろんな人のアイデアを取り入れることができる聞いてあげることもできるその意見など他のところはできないでしょ。 We've handpicked a whole crew of the best people in the country. Now in the city, they're not too good. But in the country, they're great. 我々はねその、国の中で最も優秀な人間を我々は選んできたと自分たちでその人選してきたとでそのカントリーって言ったのはねその書き言葉なんですけれどもカントリーというのはね田舎という意味もありますでしょ。ですからそれとかけて、田舎の方では彼らはすごく才能あるかもしれないけど、町とか都市の方ではちょっといまひとつかもしれないなという言葉してます。曲作りについて伺いたいんですけれどもその CD をレコードのための曲作りを行っているのか、あるいはそのステージのために、いわゆるライブ用のために曲を作られているのか、その辺ちょっとお伺いしたいんですけど。He wants to next ask you about songs. When you create songs, do you make them more or less for stage, or do you make them more or less for albums and records, CDs? Which is it? We make them. Yeah, it really is. We hope that we've got a kind of experience going where we just make the music, and it's very fortunate that we're getting it down on tape because a lot of the stuff comes out from us searching through ideas with each other, and we just run the machines all the time. So the songs are really written for themselves. They are the material. They are the fabric of this band. The pieces of music that we put together. 我々がねそのやってる音楽というのはこのバンドの素材であると考えてくださいというのはね特に我々はその CD 用とかそのライブ用とかそういうのを意識しないでですねともかく作ってみるそれがですね実際例えば CD とかそのアルバムにその録音されるということは我々すごく幸運だと思っている逆にですね。That's probably why our show is so unshowy. Because it's primarily about the music. それでねそういったような無理な意識がないからね我々のショーにしましてもなんかこう無理なものを感じられなくてすごく自然な感じがするんだと我々としても思う。Someone said the other day that we were playing what was it, about 2,500 seat auditorium, and it gave them the feeling that they were in a small club, which was a compliment to us of feeling close, intimate, etc. 先日ねその2500人のキャパの結構大きなそのホールで我々は演奏したんだけれどもその時にその観客の一人がねいやそんなようなところで演奏してるよりもそのクラブで演奏してくれているような親近感を感じられるとそういうふうに言ってくれたから我々はすごく嬉しかった。I think that feeling of intimacy might be generated by the fact that we take chances on stage that people don't do in large not clubs, large forums or venues. That's the word I'm looking for. Which does draw in. Which draws people in because because you're only used to seeing that sort of music played in small places. When you see it in a large place, you automatically fall into that same vibe of being in a small place. Yeah, intimate doesn't necessarily mean two people with a candlelit dinner. Intimate could be 10,000 people. Watching two people have a candlelit dinner. 親近感って言ってもねその2人の間だけじゃなくてやっぱりその1万人なりの間の親近感というものはもちろんあるじゃないと。それで彼が言ったのはね我々はそういうような大きいところっていうのはなかなかそう親近感は持ちにくいんだけれども我々のやっていることねなんでその親近感を呼ぶかっていうと我々はそのステージにおいてそのチャンスというものを取るような姿勢を我々は持っている。でそのチャンスを取るというそういうリスクも取るというようなねそういう姿勢を人々は感じてくれてそれがやっぱり人々を魅了するんではないかと。やっぱりそれによって人々は我々に向けてすごく注目してくれるし引きつけられるんじゃないかと我々は思っていると。最初はそのバンドっていうのが最初はすぐ CD じゃなくて最初はステージでコンサートを通してお客さんに聴いてもらう見てもらうでそれから
その中からその CD にする曲っていうのがだんだんその残っていくんじゃないかという気がしてるんですね。でそれを、今回のティーンマシンの皆さんのステージを見てるとまさにそういう気がしたもので、あえてそのなるほど、小さいキャバの場合ですね。The reason why he mentioned it is because when people are playing in these places, the venues with small capacities, what usually happens is that people create songs, they make the songs, and then they actually present them on stage. Yeah. And the songs which work happens to actually be put on an album, tape recorded on a CD. And Well, he that's- feels that. You mean That's- trying them out that's- first? The presumption there is that the artist is writing for an audience. We don't write for an audience. でも We ね、そういっ write た for 場合に us. ね、その観客のためにその書いているというような観念っていうのがあるじゃない。So それは it's 違うんだと。我々はね、そういうことじゃなくて我々のために書いてるんだと。 So it's been important for us and very rewarding for us to find that our audience in Japan specifically is interested in what we are trying to do as musicians for ourselves. And that we have an audience at all is great. That's そ wonderful. れでね、さっき言ったように私たちはその観客のために観客に合わせて作っているわけじゃないから、我々がねその自分たちの中でやろうと思っていること、自分たちの思考に合わせてやろうと思っていることを観客の人たちがねそのすごく重要視してくれて、それでその気に入ってくれている。実際その観客がいること自身我々にとってすごくその大事なことであるし、すごく光栄なことと思っていると。And for my opinion, out of any audience in the world that I've played to, they exhibit their interest by listening. それでね、そのいろんなところで私は演奏してきてるけれども、やっぱり彼らの観客の人たちっていうのはその自分たちがね持っている興味というのをね、実際その表明してくれる、ちゃんと聞き込んでくれる。他の国みたいにねキャー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 ただ騒ぐだけじゃなくて、ちゃんと聞き込んでくれる。それにすごく感心する。はい、ということでお送りしたわけなんですが、本当に気さくな皆さんになりまして、なんかこれがスーパースターかという雰囲気ではない。スーパースターの真の素顔というのはこういうものだ。その方がでもいいですけどね、我々から見ればね、はい、やっぱりほら大たな形っていうのはやっぱり僕も好きじゃないですもんね。そうですね。で実はこのワールドツアー、日本で終わりと、一応昨日になりますけれども、2月の18日に本国戻りましてですね、メンバーそれぞれ個々の充電期間に当てるということで、でデビッド・ボーイだけなんですけども、ボーイ本人映画の方にかなり興味を持っておりますので、今度この前もお話したと思いますけども、デビッド・リンチ監督のツインピークスの方に映画バージョンの方にFBI の捜査官役で出演するから、こいいだろうな、そちらの方も入るんだと思うんですけど、どうですか、また今後日本で公演をするとかっていうのは言ってね、そうですね、終わったばかりだからで一応この後、今回のワールドツアーの中からどれかベストチョイスをライブしてですね、ライブ版の発売を一応3月か4月ぐらいにしたいなということを思っております。しかしそれだけずっと同行してますと、やっぱり何デビッド、何西とかそういう感じ無理か。そこまでちょっとまだ向こうは名前覚えてくれたかどうか分からない。でもエピソードというか一つでいいんですが、面白いのを見たなとかそういうのあったら、ですね、本人たちの楽屋なんですけども、楽屋というのは自分たちの名前は書いてないんですよ。例えばデビッド・ボーイの楽屋にはスティービー・ワンダーって書いてあるんですけどね。ちょっと待って、本当にでリーブス・ゲーブレスの楽屋にはサンタクロースというふうに書いてあるんですよ。それだけで分かってしまうっていう。よく分からない。それがもう非常に楽しくて。結構じゃあジョークも。お茶目ですね。お茶目ですね。本当はそういう話、上田さんの話聞いて安心したんだけど、また西さんの話聞いてもますますティーンマシンがね好きになったなという。生き方がロックンロールですから彼らは。はい、わかりました。ということでティーンマシンね第6回ということでお送りしてきたわけなんですが、本当にこれ最後さんなんかもったいないですか。また情報とあったらぜひともしていただいてよろしくお願いいたします。はい。さあ次はじゃあ今後の放送へ行きましょう。こうなってます。2月の20日から26日までなんですね。ご覧のようなメニューが組まれています。はい。ということで今日はティーンマシンの特集西井さんに来てもらいました。どうもありがとうございました。